皆さんこんにちは、ゆめです。今日はですね、チャンネル登録者数3000人突破記念質問コーナーということで25の質問に、答えていきたいと思います。特にね誰から聞かれたわけでもないですけど、私が勝手になんか喋りたいトピックを、ピックアップして、答えていきたいと思っています。ですね、やっと3000人って感じですね、私からしたら。もうね計800本以上の動画を上げ続けてきていまして、かなりの量だと思うんですけど、本当にここ最近先月ぐらいまですっごい画質悪いと思うんですよ。昔の動画をね振り返って見ていただいたら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ画像が悪くて、画質が悪くてですね、どうやって直したらいいのかとか聞ける人もいなくて、本当にここ最近になってやっとね見やすい動画になってきたと思うんですけど、ね、もっと早く改善してたらもっとたくさんの人に知ってもらえてたと、私のことをね、知ってもらえてたと思うんですけど、とにかく3000人という一つの区切りではあるんですけど、ありがとうございますということで、これからも、踊りたいダンス、踊りたい曲、歌いたい曲がたくさんあるので、ぜひぜひいっぱい見て楽しんでください。はい、ということで、質問に答えていきたいと思います。はい、1つ目からいきたいと思います。出身は日本の、長野県です。はい。年齢は今まで17って言ってたんですけど、最近は18って言うようにしています。はい。去年も18だし、今年も18だし、来年も18です。よろしくお願いします。はい。血液型は O 型です。はい。身長は163センチです。どれぐらいに見えてましたか？はい。特技は、体が柔らかいことですね。開脚とかスプリット、こっちのやつができます。はい。好きな季節はやっぱり春ですね。はい。今オーストラリアに住んでて、一応季節みたいなのはあるんですけど、やっぱり日本みたいにこのくっきりとした季節というか、その色とりどりな季節はないので、日本のやっぱり春が大好きですね。新たな人生みたいなはい、春が大好きです。好きな家事はもうダントツでもう料理大好きです。得意料理は麻婆豆腐ですね。本当に好きな食べ物が麻婆豆腐で、中華料理屋さんに行ったら麻婆豆腐を必ずと言っていいほど頼むんですけど、日本だとなかなかね作る機会はなかったんですけど、やっぱこっちにいると日本料理でもそうなんですけど、自分でこう一から作ることが多くなって、なんでかっていうとこう簡単に手に入らないから自分で作るしかないんですよね。だから最近は麻婆豆腐を本当にしょっちゅう作ってて、週1ぐらいで作ってて、で豆腐とズッキーニをたくさん入れて作ってます。はい。嫌いな家事は、あんまりね、結構その片付けとかがあんまり得意じゃないんですけど、洗い物がやっぱり嫌いですね好きじゃない、作るのは好きだけど洗い物は好きじゃないです。はい。長野名物の食べ物といえば、長野出身なのでやっぱ長野をねちょっとアピールしていきたいんですけど、やっぱりそば、あとわさび、やっぱ水が美味しいからですかね。水がきれいだからそういうものが有名なんですかね冷たく水で締めたそば、それにわさび、最高ですね。もうで、あとはあんまり教えたくないんですけど、もう世界一美味しいぶどう、長野パープルっていうぶどうがありまして、もう本当にもうめちゃくちゃ美味しくて恋しいです。はい。あんま人に言わないでくださいはい。兄弟は、妹がいます。妹が一人います。はい。好きな食べ物は、ここに来てめっちゃベーシックな質問。好きな食べ物は皆さんご存知？生牡蠣です。私生牡蠣が一番好きです。はい。
生牡蠣、あとは海鮮丼、お寿司、やっぱシーフードですよね。はい、好きな色は今までずっとピンクだったんですけど、踊ってみたをやるようになって、この衣装を考えた時になんか私のパフォーマンスとそのなんか顔とかそういうのに合うのがやっぱ赤なんか似合うなって自分で思うようになってきて、赤を結構ね選ぶようになってきましたかね。あとは私服だと結構黄色も好きです。ワンピース、インスタ見てもらったら分かると思うんですけど、黄色のワンピースを最近オフショップで買いまして、お気に入りできています。はい。好きな飲み物はすごいくだらない質問です、すみません。お茶が好きです。はい。なんかソフトドリンクとかジュースとか、なんか甘い飲み物が好きじゃなくて、大体水かお茶なんですけど、夏でも冬でもあったかいお茶を飲んでます。はい。小さい時の夢はもうやっぱり歌って踊る人ですね。やっぱ小さい時から歌って踊ることが大好きだったんですけど、なんていうんですか、人に言ってこなかった、人に言うような性格じゃなかった。本当にシャイで、なんか恥ずかしがり屋で、親とかにも言ってなかったし、仲いい子にも言ってなかったから、でこう長年こう内に秘めてきたこの歌とダンスへの情熱が大爆発した現在ですこうなりましたはい、趣味はやっぱアイドル動画を見ることと、あとはギターを弾いてこう歌って自分で歌うことが好きですね。はい。カラオケのお箱は強いて言うならモーニング娘。のシャボン玉が好きですね。レイナちゃんっぽく歌ったりとか、高橋愛ちゃんっぽく歌ったりとかでセリフのところは石川梨花ちゃんなんですけど、梨花ちゃんっぽく言って、そのなんかモノマネで歌うのが好きです。はい。あとはでも1曲おはこって1曲ですよね。でもアキナちゃんの少女 A も必ず歌います。はい。弾ける楽器はピアノとお琴とドラムとギターですね。はい。ピアノはちっちゃい時に習ってて、今はちょっとねもう楽譜読めないと思うんですけど習わせてもらってました。はい。でドラムはそう中学の時に吹奏楽部で、本当はフルートとかねクラリネットとか可愛い楽器やりたかったんですけど、慣れなくて、で第3希望のパーカッションになったっていう経緯です。はい。でギター、あと何て言いました、お琴は部活ですね。それも高校の時の部活でやってました。あとはギターはもう自分で始めたんですけど、独学で習ったとかじゃなくて、それも別にギターを情熱的にねやろうと思ったわけじゃなくて、路上ライブをやりたくて、路上ライブに出るには鍵盤は弾けるけど持ち運びが大変だなと思って、路上ライブやるにはやっぱギターが楽かなと思ってギターを練習して、でそれで路上で歌ってたって感じですね好きな動物はもうダントツで今のところヤギです。って思うと思うんですけど、半年ぐらいオーストラリアでヤギを飼ってるファミリーとのところにホームステイっていうかファームステイしていたことがあって、もうその時にもうヤギの虜になってしまって、もう本当にヤギが可愛くて、もう子ヤギちゃんのね世話をしていたんですけど、もうそっからもう私はヤギの虜です。もうぜひねみんなにヤギの可愛さを知ってもらいたいはい。行ったことがある国はアメリカ、カナダ、フィリピン、オーストラリア、台湾です。はい。
無限のお金があったら何をしたいですか？曲を出して、もう曲をたくさん出して、で、MV を撮って、で私のコンサートをやる。はい、結構実現可能だと思うんですけどねはい、日本で行ってみたいところは沖縄と北海道ですね。行ったことないんですよ。でやっぱシーフード好きだから北海道ぜひ行ってみたいですね。はい、共演したいアイドルはいっぱいいてピンク・レディー、キャンディーズ、石野真子ちゃん、山本リンダさん、山瀬まみちゃん。はい、なんとこの12345組まだ現役なんですよ、全員ともね。だから実現可能、これもだからもういつか共演したいなと思っててね。憧れはい、デートに行くならどこ？デートに行くなら横浜ですよね。なんか横浜憧れてて、すごい本当に素敵な街じゃないですか。なんか本当にデートのために作られた街みたいな。で横浜デートしたことないのでぜひ行ってみたいなと思います。はい、ストレス発散法は声を大きく出すことです。もう見ての通りというか、皆さん分かる声が大きいんですよ、私。で多分声を出すことで一緒にストレスも出しているんだと思います。はい、で歌ったりとかね、はい、してます。はい、これ最後の質問です。好きなタイプは私をお姫様にしてくれる人ですね。はいでこれうちのパパ号泣案件なんですけど、パパみたいな人がいいなってずっと思ってて、そうなんか責任感が強くてすごい優しいんですよ。で真面目でもめちゃくちゃ変なんですよねそうでなんだろう、私が一時帰国したりとかしてもいつもね重い荷物持ってくれて、もう常に荷物は持ってくれるし、なんて言うんですか、そう運転がうまくて家族でねみんなどっか行くにはもういつもパパの運転。そうなんかそういう人がいいなって思ってます。でもすっごい変なんですけどその変なところも込みで、パパみたいな人がいいなっていうのをずっと心には秘めていますが行ったことはないです。はいはい、そんな感じで25の質問が終了しました。長かったですか？はい、楽しかったですなんかこんな質問ありますよとかね、なんかいろいろ何でもあったらコメントしてください。はい、3000人突破記念で、質問コーナーをやったんですけど、タイミングがちょうどねたまたまそうだっただけで、もうこの質問コーナーはずっとやろうと思っていて、はい、できたので良かったです。はい、この動画が良かったよっていう方は、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。